ソゴン、ヒュイ、誰それ。デビューに向けてケンとユウヒが改名。実はソケンはオーディション初期からソゴンと名乗ってた。ストレイキッズ先輩もデビュー前に改名した過去が、動揺を隠せないファンのためになぜ改名したのか、その真相に迫ります。ネクスジが5月20日グローバルデビューが決定。二次プロジェクト2のファイナリストから結成され、約5ヶ月の準備期間を経て JYP ではストレイキッズ以来の6年ぶりにデビューします。いやー熱すぎる。今回はネクスジのデビューを最大に楽しむため、もう飲み込みが済んだ方も、まだ知らなかったという方も、知ってたけど理由を知りたいという方のためにも、ユウヒとケンの改名についてお話ししていきたいのですが、そんな時にトレーラー映像が公開されて忙しいので、そちらのリアクションをお先にさらっとしていきたいと思います。忙しい忙しい。How to eat 食べ方の文字からの冒頭でいきなり言う、その美女、国宝。そんな爆池のお顔でケーキを焼いているのとギャップ萌えかと思いきや、いかついのこぎりで大胆にカット。カオス。何この演出、雰囲気、いいんだけど。ユウの次は体の動かし方で、トモヤを舐め回すようなカメラアングル。カムサハムニだ。明るい髪色で長さがあるヘア、大変お似合い。トモヤは記者からの BTS とストレイキッズコラボしたいグループを選んでください。という究極の2択に、かっこよく答えリーダーアプリを発揮していたので、ぜひこちらでその様子も舐め回していただきたい。ハル様、バイクに乗ってるのかと思いきや、このバイク、風船ですね。キャワユイ。子供らしくなる方法の表現としてこの発想すギョい。夢中になる方法でメガネの毛、ソゴン最高。ペンにカメラを固定させるの、面白いですね。ひたすらバイブの文字を書いて印刷しているの、夢中というか狂気。愛し方ではセイタが爬虫類を愛しすぎて同化してしまうという絶対に真似できない愛し方を披露してくれて、掃除の仕方で掃除機をかけるヒュイくん、衣装もこの役もめっちゃイメージに似合っててよき。どういう床なのかすごく気になるけど、手袋は避けて掃除機かけるのね。おゆしろ深く眠る方法で勇気。終始思ったことは許さない。ピンクのひらひら衣装からふわふわな髪の毛からアメちゃん加えているお口から、もう何もかもあざとい。こんなんドキドキしない方が無理や中年。全く最高やないかい。不気味さや無邪気さがある最高のトレーラーなので曲も期待していいですよね。さてでは本題の改名したネクスジメンバーは2人、ユウヒくんとケンくん。あまりにも突然、しかも何の前触れもなくさらっと改名されていたので驚いたファンも多かったようです。この改名発表は公式や本人からされたわけではなく、ネクスジのリアリティ番組、クラブネクスジの CM の中で表記されていて、それに気づいたファンが発狂。私のユウヒくんは、ソケンがソゴン、理解が追いつかない。CM のビジュアルの良さに目がいって、うっかり名前表記を見逃しがちですよね。心臓に悪いから先に公式から説明ちょうだいよ。急すぎるよ。なぜ今まで慣れ親しんだ名前からこのタイミングで改名に至ったのか解説したいと思います。まずユウヒくんがヒュイくんに改名。名前から日本人っぽさがすっかり消えてまるで韓国名。これはユウヒのニックネームだと思えば受け入れられる範囲内でしょうか。ユウヒのスペルを入れ替えてヒュイにしたようです。ファンからはユウヒの名前がユウヒのイメージでオレンジ色を連想させるので、ユウヒの面からはオレンジなんていう予想が出るほど、オーディション時から慣れ親しんだこの名前、これからはヒュイくんかと思うと受け入れるまで少し時間がかかりそうですよね。ユウヒがヒュイという名前になった理由は2つあり、ネクスジメンバーでユウキ、ユウヒとユウがつくメンバーが多いというのが一番大きな理由のよう。インタビュー時も名前が聞き取りづらく、過去に朝の情報番組デイデイでもユウヒとユウキの聞き間違いがありました。かなり滑舌がよく言わないとユウヒだかユウキだか確かに分かりづらいかも。またこのユウキ、ユウヒの3人はファンからユーズと呼ばれていて、合宿所で3人仲良くパックをしたり、名前が似ているところが良かったのにな。もう一つは発音の問題があるとのこと。ネクスジは20のように日本スタートでデビューするのではなく、韓国寄りの活動をメインにデビューするのではないかと言われています。なのでユウキ、ユウヒの中でも韓国の人が発音しにくいキノートがあるユウヒが改名になったようです。クラブネクスジでもダンスのアーカイブ動画でもみんな韓国語だけで話していてすごい。現在英語も勉強中とのことで、グローバルな活躍をするには海外の方にも呼ばれやすい名前にするのは良いことですね。
夕日の解明については理解の声も多い中、一番発表者だったのがソケン君がソボン君に解明したこと。ケンじゃなくてゴン。日本人にとってゴンのイメージがあまりおしゃれには聞こえないため、違和感を感じるファンも多そう。オーブン表記でソボンと書くと、本当に日本人感がゼロになりますよね。韓国で活動していくためにも、韓国人メンバーがいる。ということをアピールしたかったのかも。ファンが一番心配したのが、ケンの持ちネタとも言える、I can he can ソケンの自己紹介がソボンになることで、I can he can ソボンになってしまうこと。この変化はとてつもなく大きすぎる。ケンといえば絶対的に譲れないこのキャッチフレーズ。オーディション初期からずっと言い続け、パークさんからも参加者からも愛されていました。デビューしてから歌番組に出てどんどん広めていってほしいキャッチフレーズだったため、これが使えなくなるのと悲観するファンも多いですが、果たして今後も I can he can ソケンと元気に言ってくれるのでしょうか。しかし実はケンはニジプロ2のオーディション初期から韓国語で話すときは自分のことをソボンと呼んでいたんです。ごめん、解明ではなくてもともとあなたはソボン君だったので。ケンはもともと韓国人の両親から生まれた生粋の韓国ボーイなので、デビューへ向けて日本名から韓国名への読み方に変えただけのようです。両親からも愛称としてゴニと呼ばれていたので、これがケンの本名ならば受け入れるしかない。実は同じ JYP 所属のストレイキッズもデビュー前に改名していた過去が、イミノからリノ、ハンジソンからハン、ヤンジョニーからアイエンなど、ストレイキッズにも改名の過去があります。ステイの皆さんも受け入れるのには時間がかかったのかな。結構ガラッと名前が変わっているようです。またスキズメンバーには本名の他にニックネームやケニ名など呼び方がたくさんあるため、ネクスジもデビューしたらそれぞれいろいろな呼び名がつくかも。なので今から驚いている場合ではありません。改名はデビューに向けての大切な準備。さらにもっともっとニックネームが生まれて世界中から愛されるグループになるかもしれませんね。ニジプロ2から見ている方にとっては突然の改名で戸惑いも隠せないかと思いますが、すでにクラブネクスジの中ではメンバーが自然にヒュイ、ゴンと呼んでいるので、ファンの皆さんも馴染みつつあるのではないでしょうか。5月20日にデビューが決定したネクスジが世界に羽ばたくためにも早くヒュイ、ソゴンの名前に慣れてこれからも応援していきましょう。コメントや高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。